皆さんこんにちは。 CG ワールド宮沢です。今回は CG ワールド YouTube 企画の一つ、ブレンダークリエイターが選ぶ推しアドオン第2回をお届けします。今回のゲストは VR チャットや 3D 小制作の世界で活躍されているアレイラさんにお越しいただいてます。アレイラさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。アレイラと申します。今回紹介したいアドオンたくさんあるのでお呼びいただけて嬉しいです。3D お話しするの大好きなので今日は楽しみにしてきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回なんと 3D アバターでご出演いただいて前回の第1回の藤田翔さんのご覧いただいた方は全然違う絵になっているかと思うんですけど、今回はなんと 3D アバターでのご出演ということでまずちょっとアレイラさんをご存じない方も視聴者にいらっしゃるかと思うので、アレイラさんの自己紹介をいただいてもよろしいでしょうか。はい、私はお仕事ではもともとキャラクターモデラーとして活動してて、ゲーム用のキャラモデルだったり VTuber さんのお姿を作ったりしてました。最近は VR チャット向けの 3D モデルの配布や販売にも挑戦していて、お洋服を作ったりプロップを作ったりいろいろ楽しんでます。他にはブレンダーとユニティを使って映像を作るのも好きで、過去にブレンダーフェスにも登壇させていただいて作り方を紹介させていただいたこともあります。という感じでいろいろ 3DCG の活動してます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちなみにアレイラさんは3DCG 歴、ブレンダー歴でいうとどれぐらいになるんですか？何年になるかな。多分7年くらいですかね。あんまり覚えてないですけど、その程度。CG 始めた時からツールはブレンダーだったんですか？そうですね、初めてした時もブレンダーでした。なんかその始められた時に学ばれる時の参考にしていたクリエイターさんとか、なんかチュートリアルとかってあったりしました？なんだろう、ブレンダーの初心者向けの操作できる講座みたいなの何でも見たような気がしてますが始めたての頃はやっぱね、いろんなチュートリアル見たりします？そうですね、基本操作だけ覚えて、あとは自分でなんか好きなように触ってみてどうやったらできるのか研究するみたいな、行き当たりばったりブレンダーの覚え方みたいな感じで覚えてました。ありがとうございます。3D モデルのであったりとか衣装制作のお仕事にされてますけど、自分のいわゆるクリエイティブのスタイルみたいなものを一言で表現する、ご自身の哲学とかあったらなんかちょっとお伺いできればなと思っててなんかここが自分の個性だなみたいなのってあったりします？私はとにかく自分が好きなものとか作ってる時に楽しいこと大事にしてるので、なんだろう、スタイルっていうと難しいかもしれないですけど、とにかく自分の好きなこと、楽しいことをやることこれはスタイルになるんでしょうか？わかんないなると思います結構それこそいろんな衣装とか制作されてますけど、リアルのお洋服とかも結構好きで、よくファッションとか興味持たれて見てらっしゃるんですか？そうですね。でも 3D 用のリファレンスとして買うことの方が多いかもしれないです。なんか去年はゴスロリっぽい衣装を作ったので、そのおかげで今部屋の中がちょっとロリータ系の衣装ばっかりになってて、家がそのリファレンスとしてはい、そうですね。実際にゴスロリっぽいのを買われて、ご自身で着られるわけじゃないってことですよね？そうですね、何回か着たことあるんですけど、ちょっと普段着にするにはちょっと恥ずかしくてとか思い切れなくて、普段普通のお洋服着てるんですが、たまに着ると楽しかったりもしますいいですね今まさにこのアバターで、そのロリータっぽいファッションのアバターでご出演いただいてますけど、ちなみにどういう仕組みで今ご出演されてるんですか？これは私がいつも使ってるモデルを VTuber さんもよく使っている VRM という形式にUnity で変換していて、それを World というソフトに入れて、そのソフト上で動かしてる感じになってます。で、この表情は iPhone のカメラで読み取ってて、表情とか頭の位置のデータを iPhone から PC に送って、ワールド上でこのキャラクターの表情とかポーズに置き換えてるという感じになってます。あれですね、iPhone のカメラでこんなに綺麗にモーションというか撮れるんですねそうですね、 iPhone についてる Face ID みたいな機能で顔の奥行きとかも読み取ってくれるので、ウェブカメラを使うよりももっと精度が良くて、なんか例えばほっぺ膨らませたりとかもできます。おーありがとうございます今日ご出演いただいているアバターのモデルも実際今日ご紹介いただくブレンダーのアドオンを用いて作られたんですか？
ブレンダー上で衣装を着せるときはブレンダー使いますけど、VRM に変換するのは Unity の作業なので、ブレンダーと Unity 両方使って VRM に変換する形になってます。その2つのツールが使えると、こういうことができるよって感じできます。ぜひ真似されたい方はぜひ挑戦してみてください。ブレンダーと Unity、はい、あとワールドと iPhone のあと iFacial Mocap っていうアプリがあれば、多分この4つがあれば多分なんとかなります。試してみてください。ぜひぜひ試してみてください。ではですね、続いてなんですが、結構皆さん気になる方も多いと思われるレイラさんの作業環境についてお伺いしたいなと思ってまして、普段お使いのPC のスペックをお伺いしてもよろしいでしょうか。こういったモデルの制作であったりとか Unity でアバターを動かすみたいな時にどういった PC のスペックのものをお使いになられているのかなっていうのが気になって。私の PC のスペックはCPU から言うとインテルの Core i7、 これは14世代のものなんですかね。よく番号の意味が分かってないんですがCore i7 使ってて、メモリが 64GB、 GPU がもう NVIDIA の RTX4070 スーパー、なんかスーパーついてると可愛いなと思ってこれ買ったんですけど意味はよく分かってないです多分何のゲーミング PC くらいのスペックかなと思ってて、もともとこれを 3D 用に買ったものじゃなくて、ゲームがやりたくて、モンハンやりたくて買ったやつなのでなるほどなるほど。これをそのまま制作用に使っていますやっぱそれぐらいのPC ゲームが、であったりができるスペックなら、こういったブレンダーでの作業だったり Unity の作業も問題なく駆動するということですよね。そうですね。メモリだけなんか増設した記憶があって、なんか最初16ギガ使ってたんですけど、私は複数 3D のソフトを立ち上げることが多くて、ブレンダーと Unity とサブスタンスペインターと G ブラシみたいな死ぬほどソフトを立ち上げて作ってるので、それだとやっぱりちょっとメモリが足りなかったので、メモリだけ64に増やした記憶があります。やっぱそれぐらい複数のやつを立ち上げると、やっぱ16だとちょっとそうですね、物足りないかなと。厳しいですね。重たいので。やっぱり64だと結構サクサク。そうですね。64にしたおかげで今のところは困ってないです。ぜひ皆さん PC ご購入される際に参考にしてみてください。複数起動する方、メモリを増設するのがおすすめですおすすめですありがとうございます。では、PC 以外の部分の作業環境、いわゆるデスク周りの環境についてもちょっとお伺いできればなと思うんですけど、モニターであったりとか、あとキーボードとかマウスとかもご紹介いただいてもよろしいですか？はい、わかりました。私あんまりモニターとかキーボードにこだわりがなくて、モニターは Amazon のセールで安く買ったやつを使ってます横向きのモニターが1枚と、資料を置くための縦向きのモニターが1枚で、下の方にある画面が実は液タブになってて、これがシンティックっていうワコム製の液タブになってます。でも実はこれ板タブを今使ってるので、液タブも一切使ってなくて、ただの飾りみたいな、たまに資料を置くくらいかなという感じになってしまっています。テーブルみたいになっちゃってるみたいな、そうですね。もうたまにこの上キーボード乗せちゃったりしてお菓子置いたりとかしてあんまり液タブとして活用できてないかもしれないですでも今画面に出ているかと思うんですが、この全部のこのデバイスというか白で統一されてるかなと思うんですけど、そうですね、そのこだわりとかって。私はなんか白と水色が好きなので、このデスク周りをだいたい白か水色で揃えてるんですけど、もう今ぐちゃぐちゃになってきててぬいぐるみを集めるのに今ハマってて、カニのぬいぐるみを集めてるんですけど、カニのぬいぐるみがだいたいピンクか赤いですけど大丈夫ですか？そうなんですよ。ピンクか赤なので、ちょっとデスク周りがピンクと赤に侵食されてきて、だんだん崩れてきて、もう白と水色保てなくなってきてます。いい感じの差し色というかになりますかねどうかなありがとうございます。なんか他におすすめのデバイスとかってあったりされますか？
そうですね。私の作業環境だとちょっと変わってるかなって思うのが、私がモデリングするときはマウスはあんまり使わなくって、実はその板のタブレットと左手デバイスでツアーボックスエリートっていうその左手デバイスを合わせて使うって形がちょっと特徴になってるかなと思います。で、これなんですけど、左手デバイスがこのマウスホイールの部分しか実は使っていなくって、他のボタンが全然覚えられなくて、このホイールどういう風に使うかっていうと、右手で普通にブレンダー操作して、でこのプロポーショナル編集を使うときに、このプロポーショナル編集の範囲を決めるのにマウスホイールが必要になってて、この影響範囲を変えるためだけに左手デバイスを使うっていうことをしてます。ちょっとヘンテコな作業環境なんですが、もし興味あったら試してみてください。だけなんですね。はい。へえ。お絵描きするときにはツアーボックス電気使えるくらいすごい便利なんですけど、ブレンダーだと、ショートカット数が多すぎて全部のボタンに割り当てるのが大変で結果的にホイールしか割り当てるとしたら一部ってこと？そうですね。本当に使うコントロール Z くらいしか割り当ててないかな多分結構ボタンの割り当て厳しいと思います。キーボードくらいのボタン量がないとなかなか割り当て大変なので、左手デバイスはもうホイールだけ使ってますまあでもそれでもこう制作に欠かせないデバイスの一つってことですよね。そうですね。左手用マウス代わりみたいな感じで使ってます。とやっぱりこう長時間PC の前でこう作業されるクリエイターさんにとってやっぱりこうデスクとか椅子とかも結構重要かなと思うんですけど、そこのこだわりとかってあったりされるんですか？デスクと椅子もなんとこだわりはないですなんか座りなんかゲーミング用とかだったりされるんですか？あ、そうですね。多分これゲーミング用だと思うんですけど、これもデスク統一してるのと一緒で、白と水色で可愛いからという理由で買ってて、あんまり使い心地気にせず買ってしまいましたなるほど。なのでちょっとじゃあレイラさんは結構ブランドというよりもこう色でこう統一感出して自分の気分を盛り上げるためにってことですよね。こう色を可愛くするのと、最低限使いやすくて困らないものを選ぶようにしてます。シンプルなのが一番いいです、いやでもいろいろこういろんなクリエイターさんのお話聞くとやっぱり皆さんこう作業環境の決めるポイントいろいろあるなと思ってすごい面白いですね。皆さんこだわりある方多いですよね。なんかデスクとか椅子もブランドっぽいやつとかすごい機能ついてるやつとか使ってる方いっぱいいらっしゃいますよね。それこそなんかこう30万円超えの椅子でこう腰をいたわる方もいらっしゃったりとかすごい。やっぱこういろんなお金の使い方というか作業環境の構築方法があるんだなと思います。いいですね。大富豪になったらこだわってみたいですバチバチにいいやつを揃えてかっこいいやつにしますこだわったらキリないですからね。そうなんですよね。特に PC 周りいくらでもお金かけられますからね。大変ですね。本当そうですよね、うん、ちなみにちょっとこう生々しい話になってしまうかもしれないですけど、お使いのこう PC の価格帯とかってお伺いできたりしますか？でも私が買った時は39万ほぼ40万近いみたいな感じだったと思います、でも多分今ちょっとメモリとか GPU とか値段が上がってるので、確かに高騰してますね。今買うともうちょっと高くなるのかなとは思うんですけど、そのくらいのやつですね。そうですよね。こう買うのにこうちょっとこう戸惑われてるというかためらっている方はやっぱ今買っておくのが一番安い気がするので、もっと高くなるんですかね。レイラさんの PC とか参考にドキドキなるかもしれないです、私が最初ブレンダー始めた時は PC12 万くらいのやつ買って、でグラボだけ56万のもうちょっとだけいいやつつけて使ってたので、最初やってたのは多分総額20万くらいの PC だったので、最低限そのくらいなら重い作業しなければ動くのかなとは思いますまあでもこうブレンダー始めたての方だったらいきなり最初から高め
めのものではなくて、うんこうエントリーモデルであったりとか、そうです始めてでちょっと自分のこうできる範囲が広がって、それこそ映像制作であったりとか、こうユニティとかゲームエンジン使い出してくると、やっぱミドルクラスであったりとかハイエンドのモデルとかにしていくのがおすすめの購入のこうルートみたいな感じですよね。まさにそうだと思います。最初は多分ブレンダー始めたてだと何ができるのかとか、どういうのにスペックが必要になるのかわかんないと思うので、最初はエントリー系のちょっと安めのモデルでも大丈夫で、その後足りなくなったら購入検討したらいいかなと思ってます。ありがとうございます。はい、ではアレーナさん、ここからは本題の推しアドオンについて伺っていきたいと思います。今回アレーナさんには5つのアドオンをお選び、いただきました。ではまず1つ目のアドオンをご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、一つ目のアドオンはマシンツールズというアドオンです。これはパイメニューとツールの詰め合わせのアドオンになってます。で、これのレンダーのプリファレンスを開くとマシンツールズのこの機能一覧を見ることができるのですが、なんとここにあるツールとこのパイメニュー全部このマシンツールズだけに入ってる機能になってて、とにかくいっぱい機能が入ってます。で、まずこのパイメニューなんですけど、これも使い方すごく難しくて私一つしか使えてないんですけど、このモードパイっていうのが便利で、タブキーを押すとこのオブジェクトと編集モードとか他のウェイトペイントとかスカルプとテクスチャとか、ここをタブキーを押すだけで簡単に切り替えられるようになっているパイメニューのアドオンになってます。ブレンダーの標準機能だとこの左上ここのところにわざわざカーソルを持っていって、ここから切り替えないといけないので、これがちょっと若干ですけどちょっとだけ時間がかかってしまうので、このタブキーで画面のどこでも呼び出せるので、このアドオンだとこんな感じで簡単に頂点と面と辺と切り替えることができるので、ちょっとした時短になるので、私はこのモードパイをいつも使ってます。で、ツールの部分がこのアドオンの大本命になってまして、これのエッジコンストレインドっていうアドオンのこの機能がめちゃめちゃ便利で、私はもうこれがないと生きていけないくらいの大事なアドオンになってます。これはどんな機能かというと、頂点や辺を辺に沿って回転したり、こんな感じで回転したり、スケールをかけられる機能になってます。ちょっとスケールをかけてみます。よいしょ。スケールをかけるとこんな感じで、レッドキー固定するとこういう風にぴったりスケールで、直線直線に合わせることができる機能が入っているっていう、こういう感じのアドオンで、これのすごいところがモデルのシルエットを全く崩さずに回転とスケールをかけられるっていうところがすごいところです。で、試しにちょっと回転してみるんですが、こうしてみるとこんな感じでモデルのシルエットを全く崩さずに回転をかけることができます。これがブレンダー標準の機能だと、普通に R キー使ってしまうとこんな感じでちょっと形状がへこんでしまうので、形を崩さずに回転させたい時にこの機能がすごく便利です。で、実際の衣装で使う場合はモデルのシルエットはこんな風に綺麗に仕上がってるけど、ポリゴンの割りがすごくガタガタになってしまった時、これのエッジコンストレイントのスケール機能を使うと一発で揃えることができます。このガタガタになっている辺を選択して、オルト R キー、シフトプラス Z、これでもう一発でポリゴンの割りを揃えることができます。すごく便利です。これがないと多分ブレンダーの標準だと G キー2回頂点スライド機能を使ってこう一歩ずつポチポチと直す必要があるので、ちょっと時間がかかってしまいます。もうこれがあればもう一発でオルト R、シフト Z でピッと揃えられるので、すっごい時短になって便利です。で、ちょっと確かにめちゃくちゃ便利です。そうです。すごい便利です。これね、オルト R キーちょっと回転させてあげたら、もうこれでぴったり、もう一瞬でポリゴンの割りを揃えることができます。で、類似するアドオンにエッジフローっていうアドオンの中に入っている Z フローっていうアドオンがあるんですが、こんな感じで一発で揃えるアドオンもあるんですけど、これにはちょっと弱点がありまして、例えばここに三角形のポリゴンがあると、このセットフローが使えなくなってしまうっていう問題があるんですね。ここでセットフローを使うとこんな感じで
このエッジが歪んでしまったりしてうまく使えないことが多いです。でもこれでも、エッジコンストレイントなら、よいしょ。エッジコンストレイントなら三角面があっても、これで、よいしょ。ウルト R、シフト Z でピタッと全く崩さずに揃えることができるので、セットフロートもまた別の使い方ができるいいアドオンだと思います。これが私の一番お気に入りのアドオン、エッジコンストレイントです。このマシン3ツールズの中のエッジコンストレイント以外の、先ほどお見せいただいたいろんなツールあったじゃないですか。それはもう全てこの決まったツールのが入っていて、それを引き出して使っていくみたいなものなんですね。こう自分でこういじれるとかではなく、もう決まったツールセット。そうですね。パイメニューも最初からここに何が入っているかセットすることができて、で使わないものはいつでもここで有効化したり無効化したりできるので、自分がこの機能使いやすいなっていうやつだけ有効化して使うってことができます。なので使わないものは消して、ショートカットキー無駄にならないようにするっていう使い方もできるっていうアドオンになってます。なるほどなるほど。でもう一個だけ機能を紹介してもいいですか？はい。です。もう一個使う機能がありまして、マシンツールズに入っているパンチイットっていう機能がすごく便利で、ちょっと使用頻度は少ないんですが、たまに使えます。で、これがどんな機能かというと、通常の E キーでこういうへこみを作ると、こんな感じでいらない面ができてしまうんですね。で、これのこの部分にオルト E でパンチイット使うと、この面を作らずに綺麗にピッとへこんだ面を作ることができるようになってて、これが便利なので押し出し使う時にこれを代わりに使うっていうことがあります。なんかすごい便利そうというか、あれなんですかね、あんまり使用場面は多くないって感じなんですかね。そうですね。衣装制作だとハードサーフェイス的なものが少ないと思うので、なるほどなるほど。そうですね。装飾とかで硬いものがある。硬いものの装飾だったらこういう風に使えると思うんですけど、柔らかいものだとあんまり使わないので、たまに装飾を作るときに便利かなっていう感じの機能になってます。逆に言うとそのハードサーフェイスモデリング、銃とか車みたいなの使われてる方にとってはすごい便利というか。そうですね。特にハードサーフェイスやられている方はおすすめだと思います。マシンツールズももともとハードサーフェイスっぽい雰囲気を受けますよね。なんかショップのページを見ると多分エッジコンストレイントもおそらくハードサーフェイス向けに作られたものなのかなという印象はありますが、私は全然有機物でも使えるかなと思っているので、私は普通に衣装モデルの制作の時にバンバンこれを使って制作してます。それをこう見つけてきてもう活用してるってことはアレイラさんの独自というかもう全く自分と関係ない分野のアドオンを日頃試してて背景モデラーさんが使うようなアドオンとかも自分は普段の制作で使わないけど、とりあえず買ってやってみるみたいなことをしてます。そのサイトのページとかだけだとちょっと自分の制作に無関係だなと思ってても、意外にそこの中でもこれすごい自分に合うツールっていうのあったりするかもしれないですもんね。そうなんですよね。多分このマシンツールズのショップページパッと見てエッジコンストレイントを見つけられる人少ないんじゃないかなって思ってますすごいめちゃめちゃいい機能なのにもったいないと思ってみんなに広めたくて今ここで紹介していますみんな使ってください。ぜひ超いいです。ありがとうございます。はい、超おすすめとのことなので、概要欄にダウンロードリンク、インストール先のリンクもありますので、もし気になる方はぜひ見てみてください。ではですね、マシンツールズの次のアドオン、2つ目のアドオンをご紹介いただいたらよろしいでしょうか。はい、2つ目のツールはミラーツールズという、これもツール集のアドオンになってます。で、いろんな機能が入ってるのでちょっと紹介していきたいんですが、まず一番の推しの機能から紹介していこうかなと思います。一番よく使う機能は C ストレッチ。これがカーブストレッチっていうんですが、 C ストレッチという機能になってます。これはこの編集したい点や頂点をこうピッと選択したら、ここでちょっとカーブの点の数を選択してスタートドロー、これをポチって押すとこの辺をカーブに変換してくれます。
でこのカーブを動かすことで頂点や辺を編集できるようになるっていうアドオンになってます。これがすごい紙とか衣装制作と相性抜群でモデリングで大活躍します。なんかこう紙とかだとやっぱこう毛束感を出すためにっていう感じはあるかなと思うんですけど、衣装制作だとどういう部分とかでなんかこれが役に立ってくるんですかね。そうですね。例えば表制作だとこれもポリゴンの割り揃えるのにすごく便利で、例えばこの割りをちょっとこういう風に斜めに傾けてあげたいっていう時に、これもまた頂点スライドとかで1個ずつ移動していくのすごく大変だと思うので、ここのカーブを辺をピッと1本選択したらカーブをかけて、そしたらもうここを何個か動かすだけでこの形に沿って思い通りの形が作れるっていう形で簡単に編集できるようになるので、とにかく曲線のあるモデルなら何でも役に立つアドオンだと思ってます。そうですよね。あんまりこう衣装とかで直線がある方が珍しいと思うので、結構やっぱ衣装制作では結構欠かせないアドオンになってきそうですよね。そうですね。衣装だと特に基本的に曲線で構成されてるので、曲線ってすごい編集するのが大変なんですよね。たくさんあるポリゴンを一個ずつこうやって移動していくのは本当に大変なので、まとめてカーブでグイッと編集できるっていうのはすごく便利です。紙のモデルに戻って、よいしょ。この紙のモデルもめちゃくちゃ素敵です。ありがとうございます。今頑張って作ってます。例えばなんかこれは崩れてしまったポリゴンをさっと直す時にも便利で、こういう風にちょっと作ってる最中にずれてしまうことあると思うんですけど、そういう時はここを選択してわざとカーブ数を少なくしてあげます。少なくしてこのドローよいしょかけてあげて、カーブを一点移動するだけでこの崩れた部分全部修正できるみたいな、これもまた時短することができますっていう感じの使い分けをしてます。C ストレッチおすすめです。めちゃくちゃ便利そうですね。そうですね。ありがとうございます。はい。ミラツールズ2つ目のおすすめ機能なんですが、 C ガイド、これがカーブガイドっていう機能になってて、これを選択してちょっと使ってみます。これを決定すると、よいしょ、こんな感じでカーブが追加で作成されてて、さっきのとちょっと違う動きをします。でこんな感じでウィーンってラティス、簡易的なラティスみたいな感じでモデルを動かすことができるので、例えば VR 向けだとパースが強くかかる場合があると思うんですね。そのパースを解消するために若干モデルをこう内側に寄せてあげて調整して、また VR 持ってって調整するみたいな、そういう作業が発生することがあるんですが、その時にこういう簡易的なラティスを使ってちょっと整えてあげると、このビューのパースなんて言うんだっけ焦点距離焦点距離かながちょっと強めな時にもこうやって簡単に調整して形状を柔らかく整えてあげるっていうことができるようになってますって感じで、2つ目のおすすめがカーブガイドです。で、よいしょ。で、3つ目のおすすめがデフォーマーで、ちょっとここら辺から使用頻度少なくなってくるんですが、使える時にはすごく使える機能で、これの変形デフォーマーっていう機能があります。これをすると、例えばこういう風に簡単に角をねじることができたりとか、こういう風にベンド、曲げる機能がついてたりして、モディファイヤーをかけずに簡易的にこういう風にかけられるので、例えばひねる機能だったらシェイプキー作る時にも使えると思いますし、結構機能を使う場所は限定されるんですけど、役に立つ時は役に立つかもしれないです。こう角を曲げたくなった時には使えるかもしれないそうですね。あとソフトクリーム作る時くらいですかねあー確かに有機的なデザインとかだとやっぱ結構使えそうですよね。そうですね。特にいいと思います。で、最後に紹介するミラーツールズの機能がアンベベルっていう機能になってます。で、これが例えばブレンダーでこういう角のあるハードサーフェス的なモデルをモデリングするときにベベルをかけることがあると思います。こういう風に。でもやっぱりここのベベル気に入らないなっていう時に元の角に戻そうとするとちょっと形が変形してしまうんですね、こっち側に。これを解決してくれるのがアンベベルという機能です。で、ここの角ともう片方の反対側の角、こういう風に選択してアンベベル
れをポチって押してこの値を下げるとこれでぴったり元の角に戻してくれます硬い装飾系のモデルを作る時とかにベベルかける時すぐ修正できるのですごくこれは便利ですね。でまたレベルちょっとかけ直してみたいな感じ。そうですね。そして直したらまたベベルかけてあげて、またやっぱり気に入らないってなったらベベルかければすぐ戻せるのですぐやり直せます、って感じです。ミラツールズのおすすめアドオンはありがとうございます。はい、そうだ。でこんな感じでミラツールズいろんな機能がついてるんですが、やっぱり一番使うのがこのカーブストレッチっていう機能なんですね。なのでもしこの機能だけ使いたいっていう方いらっしゃいましたら、別のアドオンになるんですけど、ミオ3フレックスというアドオンがほぼ同じ機能でミラツールズよりもインストールしやすいものになってるので試してみてほしいなと思います。G ストレッチだけこう抽出したみたいな感じになるんですね。ミラツールズの他の機能はないけど、カーブストレッチの機能だけ使いたいならミオ3フレックスインストールする方が多分軽量ちょっと軽いし、簡単に使えるかなと思います。このミラツールズは優勝のアドオンになるんですか？ミラツールズもミオ3フレックスもどちらも無料のツールになってますので、どちらも無料の。はい、どっちも気になる方はどっちも試してみて、でこれがミオ3フレックスになってます。これも、C ストレッチと同じで、この制御点の数選択してパスで変形をして、これもほぼ機能一緒ですね。こんな感じで。ただミオ3フレックスだとコントロールキーで編集点ちょっと増やせたりとかして、ちょっと小回りが効いたりもするので、お好きな方を使っていただけたらいいかなと思っています。という感じです。気になる方はどちらもミラツールズもミオ3フレックスも試してみて、ね、決めていただければ。試してみてお気に入りのアドオンを探してください。ありがとうございます。では、続いてのアドオンですけども、これもまた何かこう紙に関連するアドオンだと。そうですね。次に紹介するのはスタイライズドヘアプロという紙用のアドオンになってます。これはジオメトリーノードベースの紙を作れるツールになってて、カーブで作る紙のワークフローをもっと簡単にすることができるっていうアドオンになってます。じゃあ実際に紙作ってみようかなと思います。紙を作るときは紙のジェネレーターみたいなことなんですかね。そうですね。基本的にこのモディファイアの欄に入るんですけど、中身がジオメトリーの乗せっていう感じになってますね。使うときはこの通常の N キーのこのサイドバーで出てくるところ、ここで編集するっていう形になります。で、頭のモデルを何でもいいので用意して、これをちょっと頭だと思ってください。顔だと思ってください、皆さん。はい、頭です、これは。で、ここでアドストランドというボタンを押したら、ここにポチポチって点を打つとこんな感じで髪を生やせます。で、ここからこのコームっていうブラシを使ってこういう風に整えることができたりちょっとこういう風に髪の毛を伸ばしてあげることもできたりして、こういう風に整えることがスカルプトモードでできるっていう面白いアドオンなんですが、細かい部分は編集モードにして通常通りこういう風に制御点を動かして編集していくっていう形になってます。で、このアドオンは右のサイドメニューのところでパラメータを変えて髪の形状を簡単に変えられるのがすごく便利になってます。例えばこの幅のところを変えてみると簡単にこんな感じで髪の幅を変えることができたり、シェイプのこの根元のところと先端のところで形状を変えることができたりします。根元を太くして先端はちょっと細くしたいなみたいな簡単にできたりとか、この厚みをちょっと根元細くして逆に先端は太くしたいよみたいなことも簡単につけられるようになってます。他にはプロファイルっていうところで髪の断面を選ぶことができて、デフォルトがアーモンドでこれが四角形ボックス状の断面にしたり三角形にすることもできたりとか、あとはカスタムで好きなオブジェクトを断面に選ぶこともできます。で、このボックスを私は紙以外に使うことがありまして、例えばこっちの私が今作っている紙のモデルだと、実はこのリボンの部分が先ほどのスタイライズドヘアプロで作ったこの三角形と四角形の
プロファイルのものをここでこうカーブを作って代わりにリボンとして作るみたいな、紙じゃないものをこれで作ってしまうっていうことをしてたりします。この今お見せいただいた紙のモデルも全部このスタイライズヘアプロで1本ずつというかこう束ずつ作っていったって感じですかね。そうですね。このモデルもこのスタイライズドヘアプロを作ってて、この前髪とかもほぼ完成に近いので、これはすでにポリゴンに変換してしまったんですが、これも最初のお見せしたように同じようにカーブで髪を生やしてカーブを編集してこういう風に造形するっていうやり方で作って、最終的にポリゴンに変換してこういう風に気になるところはこう整えるみたいなやり方で作ってます。ツインテールの部分すごいですね。今見た1本生やしたところからここまで行くんだっていうのすごい正直驚いてるというかそうですね、この1本ずつ丁寧に植毛しておりますうわすごいな。この髪もこれまだスタイラーズドヘアプロ入ってる状態だと思うので、ここスタイラーズドヘアプロって書いてあるの分かると思うんですけど、あなので今このポリゴンに変換する前ってことですよね。そうですね、それでこうもうここで幅変えたりとか、適用した状態なら簡単にシェイプ変えたりできます。見せ方がうますぎて同じことをやってもできるかどうかっていう粉丼があればできますきっと粉丼と根性があればそうですよね。根性で一本一本生やしていって1本ずつ生やしてます。あと他に便利なこの画面に映ってる状態からだと想像できない。そうですね、今ちょっとだいぶ間抜けな画面になってますけどこれをいっぱいこう増やして頑張って1本ずつ作っていくとあれになります。ぜひ皆さんもやってみてください。これの便利な機能をちょっと紹介しようかなと思います。このまずは、はい。フリーズ、ちょっと英語が難しくて読めないんですが、フリーズっていう機能がこれをスプリットっていうところの値を上げてあげると毛先を簡単に割ることができたりします。なのでこういう先端が毛先が分かれている繊細な髪を作る時にもこれを使えるのですごくよくて、これでこの分かれる本数を決めることができたり、このシードを変えることでちょっとこういう風に変化をつけてあげたりとかもできるようになってます。結構分けると紙っぽくなりますね。そうですね、紙っぽいですよね。これで引きで見るとちょっと丸ごと1本はちょっとあれ見た目が悲しい感じなんですが毛先が分かれるだけでもだいぶ紙っぽくなるんじゃないかなと思います。私の髪だと例えばこのサイドの髪、こういうところにスタイライズのヘアプロのフリッツ使った髪作ってて、これを最終的にポリゴンに変換してちょっとだけリトポロジーしてるんですが、ほぼそのままこの形状を使える形になってます。もう一個びっくりする機能がこのスタイライズドヘアプロにはついてます。なんとこのアドを何ですか？数値を上げると一瞬で三つ編みを作ることができます、すごいすごい大好きな機能です。なんと編み込むのがめちゃめちゃ大変な三つ編みがこの数値を変えるだけで、もう想像するだけで大変そうですよね。編み込みそうなんですよ。でもブレンダー普通で三つ編み作ろうとすると一本ずつこうカーブを配置して実際に編み込んでいかないといけないんですけど、これがあればもう簡単に三つ編み作ることができますので、こういう風にすごいですね。好きな数の三つ編みを好きなだけ作ることができます。でこのさっきのモデルでもあれでしたもんね。ちょっとこう編み込みの部分ありましたもんね。そうですね、実は先ほどの髪の毛もスタイライズドヘアプロで作った三つ編みをベースにしてちょっとだけリトポロジーをしたものを使ってますね。でもうポリゴンに変換してしまってるんですが、ここもしっかりスタイライズドヘアプロで作ったものになってます。こんな感じで裏面もしっかりちゃんと三つ編みの形状になっているのがわかるかなと思います。でこれがすごく便利なのがカーブごとに大きさを決めることができて、このカーブ点選択してオルト S で大きさ変えるとここだけちょっともっちりした三つ編みにしたり、ちょっと下の先端だけ細くしたりとかもできるようになったりとかします。でちょっとこのお気に入りの機能があって、このピンチっていう機能がめちゃめちゃお気に入りで、この値を上げるとちょっとキュッて絞ってあるような三つ編みの形状も簡単に作ることができます。きつめの感じってことですよね。そうですね、
キュッて結んだ感じの三つ編み、カーブだけで作るとちょっと大変だと思うので、これがあると一瞬で作れてすごく可愛い仕上がりになると思います。すごいニッチな機能ではあると思うんですけど、いざやろうと思った時にかなり手間のかかる作業だと思うので、めちゃくちゃいいですね。もう何個でも三つ編みを作ることができます。お好きなだけどうぞという感じです。ちょっとこう編み込みの強めなこうラッパーみたいなキャラですね。面白そう。確かにそうですね。編み込みのキャラも簡単に作れますね。もう全部三つ編みにしちゃってもいいかもしれないです、髪の毛を。ちょっとドレッドとかそうですよねめち。ゃくちゃ面白そうだなと思う。ワインポイントで使うのにもすっごくおすすめで、これは大好きな機能です。すごい非常にアレイラさんらしいアドオンというか。すごく便利です、これ。でこれを最終的にゲーム用モデルとして使うときにポリゴンに変換する必要があります。これはジオメトリーノードでできてるので、ポリゴンに変換してあげる必要があるんですが、それも結構簡単にできるように設計されてます。まずこのポリゴン数を簡単に変えることができて、こんな感じで好きなポリゴンの解像度、このカーブと断面のところで選ぶことができるので、ちょっと軽量化しないといけないモデルでも結構簡単に使いやすい形になってるかなと思います。でこれで解像度ぴったりでいいなと思ったら、ユーティリティーズのメッシュに変換っていうボタンがあるので、ここをもうポチッと押すだけでポリゴンに変換してくれます。これでもうポリゴンに変換されたので、もうこれだけでユニティに持っていくとちゃんと三つ編み表示されます。これの便利な機能がありまして、なんとこれメッシュに変換した時に自動で棒をつけてくれる機能がついてます。こんな感じで勝手に棒をつけてくれます。でさらにこの棒のところにもうウェイトも割り振ってあって、なんと動かすともう動きます。もう勝手にウェイトペイントも棒も勝手につけてくれるというすごく便利なアドオンです。めちゃくちゃ便利。そうですよね。こんな感じでちゃんとウェイトが割り振ってあって、もしちょっとウェイト気になるところがあったら、スムーズをオールグループで若干かけてあげるとかなりウェイト綺麗になるので、滑らかに動くようになるので、ちょっとガタつき気になる場合は最後にウェイトでスムーズだけかけてあげれば、もう実際に使えるレベルのウェイトペイントになってくれます。おすすめです。結構今アレイラさんのアバターみたいにこう揺らすことも。そうですね、できますね。これでもうちゃんとウェイト振ってあるので、ユニティに持ってって入れ物棒をポチってつけるだけでもう多分自動で勝手に動いてくれると思います。こういう感じでユニティ上でも動かせるかなと思います。わーいはい。わーいっていう感じのが、めちゃくちゃいいですね。はい、3つ目のスタイライズドヘアプロですね。というアドオンでした。このスタイライズドヘアプロは有償のアドオンになるんですかね、無償のアドオンになるんですかね。そうですね、これはちょっと優勝にはなるんですが、22ドルくらいで販売されてますね。でもなんかこの紙にかかるすごい手間を考えると、この手間の分を22ドルで解決できるなら全然ありかなと私は思ってます。日本円にしたらまあ3000円から3500円ぐらいの間ですかね。なのでまあここまでめちゃめちゃするっていうわけでもないので。買おうと思えばいつでも買えるような値段で。用途自体がニッチなので、そうですね。欲しい人は本当にかゆいところに手が届くアドオンだと思うので、ぜひ見てみてください。これ以上他に便利な紙アドオン見たことないので、私的には今のところ紙を作るならこれ一択かなと思っています。ありがとうございます。はい、続いての4つ目のアドオンをご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、4つ目のアドオンはレイジーウェイトツールというウェイトをペイントではなく表と数値でつけられるアドオンになってます。ブレンダーでデフォルトでウェイトをつけるときは基本的にこのウェイトペイントっていう機能を使うことになると思うんですが、これだとちょっとウェイトが細かくつけるのが難しかったり、複数頂点重なってるところがあるとつけにくいことがあるので、そういう時にこのレイジーウェイトツールっていうこの表でウェイトをつけられるアドオンを使っています。動かしてみます。例えば最初ウェイトをつけるときに素体からウェイトを転送したり、仮のケージモデルからウェイトを転送してつけることがあると思うんですが、このウェイトを転送した後にどうしてもこういうへこみみたいな部分ができてしまうことがあるんですね。でこれをウェイトペイントで直そうと思うと、
れを1個ずつ塗らないといけなかったりして、すごく大変で、複数あると重なってるところもうまく塗れなかったりするんですね。で、そういう時にレイジーウェイトツールを使います。どれだどれだ、あ、これです。どれだろこれでレイジーウェイトツールを使うときは、まず編集したい辺とか頂点をピッと選択して、そしたらここにウェイトの数値、割り振りたいウェイトの数値のプリセットみたいなのが用意してあるので、ここをポチッと押してウェイトを揃えてあげるか、よいしょ、ウェイト調整ジェスチャーっていう機能を使ってマウスで簡単にウェイトをつけられることができるっていう感じのアドオンになってます。で、プリセットの部分に好きなウェイトの数値を割り振ることができて、例えばこの衣装だと 0.05 よく使うなーって思ったら、ここに 0.05 入力してあげると、このボタン 0.05 ボタンができるので、ここもポチッと押すだけで一気に 0.05 割り振ることができたりとかして便利になってます。で、基本的な使い方なんですけど、編集モードでも、ウェイトペイントモードでもどちらでも動作するようになってて、まずウェイトペイントモードにして、ここに選択した頂点のウェイトの値が表で表示されるので、ここで大体のこの数値を確認します。で、ここで 0.1 くらい入ってるけど、ちょっと 0.1 だと他のウェイトの場所と比べてへこんでしまうなと思うので、ここで 0.1 よりも低い値を入力して、このウェイトを設定ボタンポチって押すとぴったりウェイトが揃えられるっていう、こういう感じの使い方になってます。う。感覚的というより本当に数値に基づいてっていう感じなので、そうですね。間違いが起きにくそうな。そうですね。ウェイトペイントはもう感覚的ではあるんですが、細かい数値指定するのがすっごく難しくて、これ指定しても塗るときに結構失敗しちゃうことあったりして、うまく塗れないことがあるので、ここで塗りたい頂点何個でも選択できて、ここでポチッとして一気に揃えられるっていうのはすごく便利になってて、で、特に衣装だと表裏がある布の厚みがあるパーツがたくさんあると思うんですけど、布の厚みがあるパーツはどうしてもウェイトの数値が 0.01 ずれただけでもウェイトの貫通が起きてしまうってことがあるんですね。そんな感じで厚みが変わってしまったり、こういう風に貫通が起こってしまったりすることがあるので、両面を同じウェイトの値に揃えてあげることで貫通をきっちり防ぐことができるので、衣装制作の時にはこういう数値入力でウェイトをきれいに整えていくっていうのがかなり重要なウェイトの使い方になってます。さっきも紹介したんですけど、ウェイト調整ジェスチャーがお気に入りで、ウェイトペイントにしなくても編集モードでウェイトを整えられるようになってて、これをポチッと押したらマウスをちょっと上下右左動かすだけで、こういう風に感覚的にウェイトを見える形で動かすことができて、これがすごくお気に入りです。これはなんか両方のいいとこ取りというか、感覚でもありつつ、数値も見てって感じなので、めちゃくちゃこれがすごい使い勝手良さそうですよね。はい、そうですね。こっちの表とこの上の置き換えボタンの方で正確な数値を入力して、感覚的にウェイトをつけたいなら最終的にウェイト調整ジェスチャーを使ってこういう風に微調整してあげるっていうのがおすすめの使い方になってます。オペレーターの部分にウェイトのエラーを防ぐために必須な機能がここにボタンとして全部揃ってて、これもおすすめのポイントになってます。例えば衣装を作るときに最終的にユニティに持っていくことになると思うんですが、その時に一つの頂点に割り当てられているウェイトの値がここが合計で1になる必要があります。その1に揃えるために正規化するという作業が必要になるんですが、ここにもすでにボタンがあるので、わざわざ上から呼び出さなくてもこのボタンポチッと押すだけで勝手に正規化してくれるのと、あとはクリーンっていう機能で、この小数点以下のいらない頂点を自動で切り捨ててくれたり消してくれるっていう機能がついてます。こういう機能だったり、もう一個使うのが合計を制限っていう機能があって、これでユニティで読み取れるウェイトの値はこの1個の頂点に対して4つのウェイトまでしか割り当てられないので、これを自動で4つまでに制限して、一番ウェイトの少ない数値のウェイトのグループは勝手に捨ててくれるっていう機能がついてて、これが簡単に呼び出せるようなボタンがついてて、エラーのチェック忘れを防げるので、ユニティを持っていく前に
チェックするときにこれのおかげでエラーミスを防げててとても助かってますという感じになってます。やっぱ Unity に持ってくのってそんなにあれなんですね。やっぱエラーチェックとかをしてって感じなんですね。そうですね。実際にウェイトをつける作業も大変なんですけど、ウェイトのエラーを防ぐことも一番大事だったりするので、これを忘れただけでも Unity でうまく動かないことがあるので、ここに必要な機能全部まとめてあるのはすごくありがたいです。どれもすごい有用というかめちゃくちゃでもやっぱこうアレイラさんのこの 3D ショー制作の分野にどれも特化していて、ニッチといえばニッチなんですけど、その分野においては絶対欠かせなさそうな。そうですね。もう私はわかりますねこのウェイトを表と数値で管理しないと生きていけない体になってしまったのでもう染まりきってしまったってやつ。そうですね。もうウェイトペイントには戻れないかもしれないですいかに正確にウェイトを割り振って貫通を防ぐかっていうのがウェイトの仕上げで特に重要になるので、このアドオンはそれを特に補ってくれるアドオンになってます。ぜひ興味のある方は使ってみてほしいですけど、もしかしたらもう元に戻れなくなっちゃうのでそうですね。もうこれ以ハマったら外使えなくなりこうます。沼になっちゃいますねありがとうございます。はい。今のが、4つ目のレイジーウェイトツールで、は続いて最後の5つ目のアドオンをご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、最後に紹介するアドオンはユズウェイトエディターです。ユズウェイトエディターもレイジーウェイトツールとほぼ同じ感じでウェイトを表と数値で付けられるツールになってます。で、これでオープンエディターを押すとこのユズウェイトエディターを開くことができます。で、この画面を開くとマヤを使ったことある方は独自のエディターが出てくる。このマヤを使ったことある方はこの画面を見るとすごい見たことあるってなる方がすごいいると思います。マヤユーザーの方見ていらっしゃる方いるかなもしかしたらいるかもしれないですね。こう映られた方とか両方使われてる方とかそうですね。これはなんかマヤ用にあるウェイト用の、マヤにもアドオンじゃないですけど追加機能みたいなのを入れることができて、マヤの追加機能の SI ウェイトエディターっていう機能がありまして、それにインスパイアされて作ったものになってるそうです。すごいいっぱいボタンありますよね。なんかこう両方使われる方が使いやすいようにみたいな感じなんですかね。そうですね。多分マヤ使ったことある人で SI 触った人なら多分これ一瞬で使えると思います。見た瞬間どのボタンがどれなのか多分一瞬でわかると思うので、見た瞬間使いこなせるようになってると思います。ちょっとつけてみるとどうするのがいいかな。ちょっとやってみます。わざと崩そうかなわざとちょっと崩してみます。ありがとうございますバグでたまに震えたりするんですね。このアイコンが踊っちゃって。これは見なかったことにしてください。はい私はちょっと可愛い感じにウェイトの付け方はレイジーウェイトとほぼ一緒で、この表の部分でウェイトの数値を確認したり、塗りたいこのウェイト名を選択して、で動かしたくないウェイトはこの影マグでロックをかけて、で塗りたいウェイトを選択して、ここのバーがあるのでバーでこうやって動かしてウェイトをつけるっていうのが基本的な流れになってます。で、レイジーウェイトと一緒で、こっちは決まった数値しか割り当てられないんですが、こういう風にぴったり数値を入力するっていうこともできるようになってます。あとは細かいのはこのバーでウェイト調整ジェスチャーの代わりみたいな感じですね。このバーでこういう風にウェイトを動かすっていうことができるアドオンになってます。で、これはほぼレイジーウェイトと機能は一緒なんですが、表がすごい見やすくって、この好きな位置にエディター動かせたりとか、あと動作もレイジーウェイトよりちょっとだけ軽いことがあったりするので、その軽くて見やすいっていうのが一番いいところかなと思ってます。他には、頂点をこうやってコピーして他の頂点に貼り付けるということができる機能がついていたり、あとはウェイトハンマーだったり、インフルエンスを設定したり、あと数値を丸めるラウンドっていう機能もしっかりついてます。で、この機能はほぼレイジーウェイトと一緒ではあるんですけれど、マヤのユーザーの方が特にブレンダーの使い方がわからないって相談されるときに一番多いのがウェイトを表でつけられないよねブレンダーって聞かれることがすっごく多くて、このアドオンのおかげで SI ウェイトみたいなツールあるよっておすすめできるようになったので、マヤユーザーの方もブレンダーを触りやすくなったっていうのがすごく一番ありがたいことかなと思ってます。ぜひマヤユーザーの方はこちらのアドオンを使ってブレンダーに移住してきてくださいぜひブレンダー村へようこそどちらもねこう、はい
使えるようになると創作の幅も広がると思うので。そうですね。基本的な機能は一緒なので、レイジーウェイトとユーズウェイトエディター使いやすいなっていう UI の方だったり、動作の軽さちょっと見てみて、どっちが使いやすいか、それぞれ判断していただけるといいかなと思ってます。ではレイラさん、今回は推しアドオン5選をご紹介いただきましてありがとうございました。最後にちょっとまとめさせていただきますと、アレイラさんの推しアドオン5つは、マシンツールズ、ミラーツールズ、スタイライズドヘアプロ、レイジーウェイトツール、ユズウェイトエディターの5つとなりました。どれもアレイラさんの、らしいといいますか、アレイラさんの創作 3D 小制作であったりとか 3D アバターモデルの制作に非常に有益な、アドオンばかりで、非常に同じような作業をされている方にとても有益な、ご紹介だったかと思います。アレイラさんありがとうございました。ありがとうございました。何かこう最後にアレイラさんから告知であったりとかあったりされますか？はい。じゃあ、一つ告知をさせてください。6月26日の金曜日に CG ワールドさんの方で 3D 衣装の作り方という衣装作りのオンライン講座をさせていただきます。今回紹介させていただいたアドオンを使ったウェイトの塗り方もご紹介しますし、モデリングからユニティのチェックまで私の今教えられる全てを教えるつもりで全力で講座を作ってます。アーカイブありで何回見返しても学びのある凝縮した講座になる予定なので、モデリングや衣装制作などもしご興味あればぜひ見に来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひ26日ご興味のある方は概要欄の CG ワールドオンラインアカデミーのリンクからチェックしてみてください。一応チケットの購入期限は6月26日いっぱいとなりますので、もしご興味のある方はぜひぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。それではですね、本当に締めのお言葉として視聴者の皆さんに最後アレイラさんから一言何かブレンダーユーザーさんの皆さんにですね一言あればぜひいただければと思います。はい。私からは便利なアドオンを使って楽しいブレンダーライフを送ってください。あとおすすめあったら私にも教えてください。よろしくお願いします。なんかコメント欄とかで同じような衣装制作されてるとかでこれおすすめですよとかってあったら何か入れていただけるとすごいいいですね。そうですね。私もめちゃめちゃ知りたいので情報交換しましょう。教えてください。コメントを見てるので。この動画に対してとかアレイラさんにコメントあればぜひぜひこちらの動画のコメント欄の方にご投稿いただければと思います。はい、それでは以上をもちまして、ブレンダークリエイターが選ぶ推しアドオン第2回アレイラさんの回を終了とさせていただきます。この動画が良かったと思ってくださった方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。では次回のブレンダークリエイターが選ぶ推しアドオンでお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。